森田昇さん、当時13歳。8月6日、父の体調が悪く、学徒動員を休んで祇園町の自宅にいました。8月6日の朝8時15分前ですね。家を出てから約7、800メートル、1キロあったかないか私もはっきり分かりませんけど、そのくらい出た時にピカッと来たわけですね。それで結局その詳しく状況を話しするとですね、B29が1機飛び立って2機目が来て、で後から聞くとその1機目は偵察だったんだらしいです。で2機目が本来で、それが落下傘のようなものをちょっと落としたわけなんです。でそれを私はこうして上を見よったんです。ほんならふわふわふわ落ちるんです。ところがその一瞬してピカッと光ったわけです。そして思ったらもう意識が今度はないんですね。もうどうなったかわからんのですよ。音も聞いたか聞かんか覚えてないですよ。みんな音がしたいんですけど、そういや音がしたような気もする。導入歌言うんですよね、みんなね。だけど私ら吹き飛ばされとったから、その導入歌の聞いたような覚えも悪いしないような状態だったですね。それから急いで家に帰ってみると、家は半壊でもう無残な形だったですね。もう片付けようがないですよね。もう父は寝とったし、姉たちは女ですからダメですし、でしばらくしたら姉たちも家帰ってきたんですけど、物のすごさにね、家のね半壊ですからすごさにびっくりしてね、何もできないような状態ですよね。私は家帰ってしばらくしたらね、この山本川をねドロドロ歩いて人が来るんですよ。何が起きたかわからんですよね。歩いてくる人がまるっきりお化けと言ったら表現が悪いですけど、手を前に下げて腰をかがめて、衣服もほとんど着てない状態で、ひどい人やなんかはもう顔からこう皮膚が垂れ下がって歩くのがやっと。途中で倒れる人も、その土地に倒れる人もたくさんいましたね。でそれを家から見たんですよ。そうしてどこ行くんかなと思ったらみんな学校へ来るんですね。でその途中に長須賀修練所いうのがあったの、教会が。そこの神父さんたちが非常に親切な人でね、ここを救護所にしましたからこちら上がってください言って誘導してるんですよ。それも家の方から見えるんです、そういうことがね。だからかなりそっち見て上がっていくんですよ、土手からね。でそっちで行かれん人は小学校へ今度来るんです。私の自宅の裏のね、私の裏が自宅の裏がその小学校のグラウンドだったですから、でその前が通りだったですからね。でこっち側が通って元の壁線側を通って避難してくる人と、でこっちの御嶽の御嶽長塚から通って大和川の方へ避難してくる人と、それが全部今度大和川に小学校に入れん人は、それよりもまだ歩ける人は祇園とか緑井とかその方へ見てずっと歩いてきましたからね。そして4日目ぐらいに私らが8日までそういう活動をいうんですか手伝いましたけど、その4日目に軍隊のトラックが来たんですよ。どっからか分かりませんけどね。そのトラックに重傷者と軽傷者に分けてね乗せてました。それで結局遺体を焼くとかそういうような終了ですね。もう連れて行ったから。そこでも何も治療も何もできませんから、やりようがないから、そういう情報がどこから入っとるんでしょうね。ですからトラックが来て何回も往復しては連れて行くわけです。どこへ連れて行くんか、もっと遠いとこへ連れて行くんか、もっと設備のいいようなあるようなとこへ連れて行くんか分かりませんけどね。
そういうような状態で、だんだん人が少なくなった時に私らは同級生なり近所の人なり、知り合いを探しに行こういうことになったわけですね。それは各町の町内会長さんが結局それぞれ話し合うて、何町ありましたからね、それが話し合うて誰と誰はどこ行け、誰と誰はどの筋行けというようなね経路をある程度決められるんですよ。で各学校がどこへ動員で行っとるいうの情報がね分かってますから、それじゃあ私らは総督ですから、総督の人は猫屋中から土橋、それから今の雑魚場八丁堀近くにたくさん出てると、それをとにかく探しに行ったらどうかと。御嶽からね小井の方を通って土橋猫屋町を通って檜山橋まで行ったんです。なぜそちら行ったか言ったら、広島県立小の生徒がね1年生が檜山橋の近くに学徒動員で出とったんですよ。でそこの出とった人だったらある程度何人かは助かっとるわけだと。で生き残りもおるという話が出たんですよ。じゃあそっちも行ってみよう言ってね。で同じ同級生というか同じ村の、家は離れてますけど同じ山本の村から学校へ研修へ行きよったわけですから、そこのお父さんとかねお母さんおるわけです。で一緒に行ってくれるかいうことで、一緒に行って、で檜山のいわゆる向こう側の段原側のね小学校に避難してました。その人はね、避難というよりは誰か連れて行ったんでしょうよ。もうそこへね、もう歩けるような状態じゃなかったですから、もうケロイドが今でも残ってるんですよ。それから宇品線をずっと歩いて被服廠いうのがあったんですよ。でそこを探して、身内とか、私の身内は皆無事でしたけど、山本の身内とかね、それから学徒動員で出た人を探すために必死になってそこも探し、それから両松町も探し、それからその宇品線をずっとその辺りはね燃えてないんですよ。今の子どもさんたちにね、小学生中学生、高校生も含めてですけどね、やはり一番大切なことはね人間の輪だと思うんですよね。やっぱり人間の輪がないとね平和は訪れませんわ。というのは結局我がという人が今は多いでしょ。とにかく人のことを考えずにね、自分本位でね物事を考えると、そうじゃなくして今のいじめもその輪の不調和から来てると思うんです。私は人と人とのつながりの輪をね、やはりスポーツはスポーツ、部活活動は部活活動を通じてですね、輪を持たんとね、いかんと思います。ですから世界が今あちこちでテロを起こしたり内紛を起こしたりしてるけど、これも早く言えば輪がないんですよね。その人の批判したりなんかするよりはまず輪を持ってね、お互いが輪を持って平和を持とうとするというふうに私は今小学生高校生にね話をしてるんです。世界平和にもつながるし、核廃絶とかねそういうことにもつながってくるよと。だから戦争もね元を正せば世界平和が輪がなかったからね、結局自分のところの国だけのことしか考えてないから戦争を起こしたんだろうと思うと、私は偉そうなことは言えませんけどね、一応私ながらのあれはねそういうふうに思いますね。特に被災者の人をね救助する時にはねつくづく感じましたね。やはりねやっぱり助け合ういうことをね、